今日は生チョコサンドを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、生チョコサンドを作っていきたいと思います。今回生チョコサンドなんですが、生チョコ自体はたったの材料2つで作れるレシピをご紹介していきます。クッキーに関しましては少しね、薄焼きのクッキーにしていきたいと思います。作り方にもところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに生チョコの材料をご紹介します。材料はこちらです。ブラックチョコレート、生クリーム、こちらの2つの材料で作っていきます。まずチョコレートに関しましては、今回明治のブラックチョコレートを使用していきます。そして今回使う生クリームですが、動物性の乳脂肪分が 35% のものになります。こちらはお好みで 40% 台のものを使っていただいてもいいんですが、あまりにも乳脂肪分が高いと分離しやすいので注意してください。それでは続いてクッキー生地の材料をご紹介します。材料はこちらです。薄力粉、粉糖、無塩バター、ココアパウダー、卵黄、こちらの5つの材料で作っていきます。まず糖類に関してなんですが、今回は粉糖を使っていきます。グラニュー糖やお砂糖でもいいんですが、すごく溶けにくくなります。なのでパウダー状になっているこういった粉糖を使うようにしてください。ただどうしてもないよっていう時は、グラニュー糖またはね、上白糖などで作っていただいてもいいんですが、その場合はですね、卵黄ではなくて全卵を使うようにしてください。そうしていただくと比較的糖類が溶けやすくなると思います。で、今回使う卵黄なんですが、1個で約 20g になります。全卵を使う場合は 20g 使うようにしてください。そしてバターですね。こちらは必ず無塩バターを使いましょう。そしてもう一つポイントです。無塩バターと卵黄は必ず常温の状態に戻してから使うようにしてください。そして今回は 15cm×15cm のスクエア型を使用していきます。そしてこの内側にクッキングシートをね、このように四角くくり抜いて4箇所に切れ込みを入れます。そしてこれを内側に敷きましょう。この時にね、紙が内側に入ってしまいますので、クリップで留めておきます。はい、このようにピタッとなるようにクリップで留めておきましょう。こちらはですね、必ず生チョコを作る前に準備しておいてください。ということで作っていきたいと思います。それではまずはじめに生チョコから作っていきます。チョコレートを最初に細かく刻んでください。手で砕いてしまうとね、結構大きめになってしまいますので、できれば包丁で細かく刻むようにしましょう。では刻んでいきます。はい、このぐらいですね。できるだけ細かめに刻んでください。そして刻んだものは耐熱のボウルの中に入れましょう。それではね、残りも同じように切っていきます。はい、チョコの準備はこれで OK です。それでは続いて生クリームを温めて、生クリームでチョコレートを溶かしていきます。今回はですね、電子レンジを使って温めていきます。それではこちらを電子レンジ 600W で50秒から1分ほど加熱してください。沸騰直前ぐらいまで温めましょう。はい、生クリームが温まりました。そしたらチョコレートに回しかけます。中央部分からゆっくりゆっくり混ぜていきましょう。で、だんだん大きく回していきます。はい、一度ね、このように混ざりました。まだね、こんな感じでチョコレートのつぶつぶが残っていますので、こちらをね、電子レンジで軽く加熱していきます。そうすることでね、綺麗に溶かすことができます。なので必ずね、ボウルは耐熱性のものを使用してください。それではこちらを電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。そしたらまたよく混ぜてください。はい、これでチョコレートがきれいに溶ければ OK です。そうしましたら準備しておいた容器の中にチョコレートを流し入れます。そしたら全体に広げて表面をならします。表面ならす時はね、このように上下に揺すっていただくと表面がね、平らになってきます。で、ちょっとね、こちら側の端もたるんでるのでちょっと止めたいと思います。はい、それではここにラップをかけて、こちらを冷蔵庫で5時間から6時間ほどしっかり冷やし固めてください。それでは
は続いてクッキー生地を作っていきます。まず粉類を合わせてください。薄力粉とそしてココアパウダーです。そしてこの2つをよく混ぜましょう。そうするとね、生地の混ぜムラを防ぐことができます。このようにこの2つはね、しっかり合わせておいてください。はい、粉類の準備はこれで OK です。そうしましたら続いてボウルの中に柔らかくなったバターを入れてください。そしてゴムベラで練っていきます。冷蔵庫から出したての冷たいバターは練れないので、必ずね、室温の状態に戻してから練るようにしてください。で、ちょっとね、柔らかくなるまでよく練りましょう。はい、このぐらいですね。柔らかくなれば OK です。そうしましたら続いてここに粉糖を加えます。そして粉糖とバターをしっかり合わせていきます。こんな感じでね、バターに粉糖をすり込むイメージでよく混ぜていきましょう。で、このようにしっかり馴染んでバターが柔らかくなれば OK です。そうしましたら続いてここに卵黄を入れていきます。まず卵黄だけを溶きほぐしてください。そして卵黄を少しずつ加えていきます。全卵に比べると卵黄は分離しにくいんですが、必ず少しずつ加えるようにしてください。全卵を使う場合も必ず少しずつ加えて、その都度よく混ぜてください。で、これでしっかり練り混ぜていきます。で、卵黄を使っていただいた方がね、クッキーの食感がほろっとした感じに仕上がります。食感のお好みなので、どちらを使っていただいてもね、大丈夫です。このようにしっかり混ぜてください。そしてまた少し入れます。そしてよく混ぜましょう。そして残り全部入れます。だいたいね、3回ぐらいに分けて入れていただくといいかなと思います。そして最後もよく混ぜます。はい、OK です。こんな感じでね、混ぜムラがないようにしっかりよく混ぜてください。それでは続いてこちら混ぜておいた粉類をふるって加えます。必ずふるって加えてください。そして全部加えたらゴムベラで切るように混ぜていきましょう。最初はね、粉が飛び散らないように優しく優しくバターを切りながら粉類と合わせていきます。この時ね、こんな感じでボウルを回しながらやっていただくと均一にできると思います。で、どんどんね、この粉っぽさの白っぽさもなくなって、だんだんね、ココアパウダーの色になってくると思います。少しね、時間はかかるんですが、このように切るように混ぜるようにしてください。はい、でこのぐらい塊になってもう切れないよっていうぐらいになったら、今度はね、ゴムベラで生地を押さえつけながら生地をひとまとめにしていきます。はい、これで OK です。白い粉がなくなってこのように全部ココア生地になれば OK です。で、今の状態は指で触っても指につかないぐらいの生地の硬さになってます。それではジップ袋を用意してください。今回は L サイズのジップ袋を使います。この袋なんですが、ラップを使ってね、生地を伸ばしていただいてもいいんですが、ジップ袋の方がね、シワになりにくいのでおすすめです。そしたらですね、クッキー生地をひとまとめにします。そして少し平らにしてください。そしてジップ袋に入れましょう。そして入れたらまず綿棒で軽く伸ばしていきます。で、こちらの角にも寄せます。で、このぐらいですね、伸ばしたら今回は 3mm 幅に伸ばしていきます。こういったね、 3mm 幅のルーラーといってアクリル板が売ってます。こちらクッキー用なんですが、こういったものを両端に置いていただくと均一に伸ばすことができます。あるいはですね、こういった100円ショップとかに売っている定規もだいたいね 3mm 幅ぐらいなので、こちらをね2つ買って両端に置いていただいてもいいかなと思います。それではね、伸ばしていきます。はい、OK です。このように伸ばしてください。もしね、こういったルーラーとかがない場合は、このぐらいのちょっと薄めのね、厚みにしてみてください。難しい場合はね、5mm 幅ぐらいでも OK です。そうしましたら今ね、すごく柔らかい状態で型抜きできないので、こちらを一度冷蔵庫で30分ほど冷やします。は
はい、30分経ちました。それではね、型抜きしていきます。まずジップ袋を外します。口を広げて、そしてこのね、両端を切ってください。そして上のね、ジップ袋を引っ張ります。よいしょ。このように勢いよくね、剥がしてみてください。そうすると綺麗に剥がれます。そしたらですね、4センチ ×4 センチのスクエア型を使ってくり抜いていきます。こちら丸型でもね、ハート型でもお好みのクッキー型でくり抜いてみてください。ではくり抜いていきます。はい、こんな感じです。厚みはこのぐらいです。そしてくり抜いたらオーブンの天板にクッキングシートまたはオーブンシートを敷いてその上に置いてください。それでは残りも同じようにくり抜いていきます。はい、今ね、クッキーを24枚くり抜きました。このように余った生地はもう一度まとめます。生地をまとめて、そしてまたね、ジップ袋で挟んで、そしてだいたい3ミリ幅に伸ばします。で、今回ね、クッキーサンド自体は9個しか作らないので、残りのね、クッキーはお好みの形でね、くり抜いていただいて OK です。じゃあ今回バレンタイン用ということで、ハートにね、くり抜いていきます。残った生地はね、お好みでね、くり抜いて焼いてみてください。こんな感じ。もしね、生地が柔らかくなってしまったら、少し冷蔵庫で冷やしてからね、また型抜きしてみてください。はい、全部ね、くり抜き終わりました。今回ね、1つの天板で20枚乗せてます。残りはね、後から焼いていきます。今回ですね、このクッキーの表面に、このオーブンシートの網網の柄をつけていきたいと思います。この工程はマストではないので、もし柄をつけたくて、メッシュタイプのオーブンシートをお持ちの方はぜひやってみてください。網網にしたい時は、このように同じ風に重ねます。そして上からね、押さえつけてください。軽くで OK です。はい、そしてこのまま焼いていきます。それではこちらを160度に予熱したオーブンで12分から13分焼いていきます。はい、焼き上がりました。そしたらやけどしないように上のまずオーブンシートを取ります。じゃじゃじゃーん。そうするとね、見えるかな、このようにちょっと柄がついてるの分かりますかね。表面にね、メッシュ状の柄がついてます。そうしましたら一度粗熱を取って、粗熱が取れたらケーキクーラーの上に乗せてしっかり冷ましていきます。はい、生チョコも仕上がりました。クリップを外してください。そして型から生チョコを取り出します。そしてクッキングシートを剥がしましょう。そうしましたらこの生チョコもクッキーをくり抜いた型でくり抜いていきます。全部で9個分になります。ではくり抜いていきます。ちょっと手の温度でチョコレートが溶けないように、こういったね、ゴム手袋を着用していただくといいかなと思います。そして取り外します。はい、こんな感じです。このようにくり抜いていただいてもいいですし、くり抜くとね、このね、型から外す時に形が崩れてしまう時もあるので、ちょっと不安だなという時は包丁でね、切っていただいても大丈夫です。では残りも同じようにくり抜いていきます。はい、9個くり抜き終わりました。余った生チョコに関しましては、切れ端の部分を一度こんな感じで集めていただいて、全体にね、ココアパウダーをかけます。で、こちらのね、四角いものは全体にね、ココアパウダーをまぶして、こんな感じでね、生チョコにしてください。で、こちらのね、余った切れ端の方は、適当な量を取っていただいて、これを一度まとめます。そしてコロコロ丸めます。残りも同じように適当に丸めて、でくるくる巻きます。はい、そしたら最後ね、もう一度ココアパウダーをかけます。で、残ったものはこのように生チョコトリュフと、あとはね、四角い生チョコにしてみてください。それではね、最後仕上げていきます。まずですね、こういったパレットナイフとチョコとクッキーを用意してください。このパレットナイフをお湯の中に入れて温めてください。もしね、こういったパレットナイフがない時はバターを塗るやつを使っていただいてもいいと思います。そして一度温めて、そして水分をしっかり拭き取ります。で、拭き取ったらチョコレートの表面に当てて、チョコレートを少し溶かしていきます。溶
溶かしすぎないようにだけね注意してください。で、表面全体が溶けたらクッキーをのせます。そして押さえつけてください。ピタッとなるようにのせてください。これをのせたら裏返します。そしてナイフをもう一度温めましょう。水分をしっかり拭き取って、また表面に当ててチョコレートを少し溶かしてください。そしてクッキーをのせます。で、軽く押さえつけてください。はい、このように生チョコをサンドしてみてください。それではね、残りも同じようにサンドしていきます。はい、全部サンドし終わりました。こんな感じでね、チョコレートたっぷりで美味しそうに仕上がりました。はい、これで生チョコサンドの完成です。こんな感じに仕上がりました。はい、断面はこのような仕上がりになってます。濃厚な生チョコがたっぷりサンドされて美味しそうに仕上がってます。クッキーもサクサクです。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。手づかみで失礼します。いただきます。クッキーがサクサクで、かつ生チョコがとろけてすごく美味しいです。すっごく濃厚です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の生チョコサンドのポイントです。まずですね、生チョコなんですが、今回はチョコレートとあとは生クリームで仕上げてます。こちらね、お好みでバターを少し加えていただくとよりコクがアップして美味しく仕上がります。こちらはお好みでやってみてください。そしてクッキーの作り方のポイントです。まず材料についてなんですが、材料のバターと卵黄は必ず常温の状態に戻してから使うようにしてください。そして粉糖なんですが、こちらはね、グラニュー糖やお砂糖で代用することも可能なんですが、今回の材料で作ると非常に溶けにくいので、粉糖を使っていただくのがいいかなと思います。どうしてもグラニュー糖などで作りたい場合は、卵は全卵で作るようにしてください。そうするとグラニュー糖が溶けやすくなると思います。量に関しましては卵黄と同じ 20g 使うようにしてください。そしてクッキーの厚みなんですが、今回 3mm の厚みに仕上げてるんですが、こちらをね 5mm 幅にしていただいても OK です。そして型抜きなんですが、今回はですね四角い生チョコサンドにしてます。このね形もお好みのもので作っていただいて OK です。そしてチョコレートが出来上がったらチョコレートも型抜きして、そしてサンドしていくんですが、サンドする時はパレットナイフなどを温めて、そして表面をなぞって少しねチョコレートを溶かしてください。そしてチョコレートが溶けたらクッキーをのせて、そして反対側も同じようにチョコレートを少し溶かしてクッキーをのせてサンドしてください。そしてクッキーを焼く時なんですが、このようにメッシュ状にしたかったので、上にですねメッシュ状のオーブンシートをのせて焼きました。この工程はマストではないので、このようにメッシュ状を作りたい場合は是非参考にしてやってみてください。もちろんねオーブンシートがない場合はクッキングシートを下に敷いてそのまま焼いていただいても大丈夫です。濃厚で食べ応えも抜群なので、是非バレンタインに作ってみてください。はい、ということで今日は生チョコサンドを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。